紀子がのけ者にされております。残念ながら紀子様が格下扱いを受けております。これは現実でございます。時系列を覚えていただきたいんですが、2022年の9月29日にこの有名な記事が上がっております。フック主席は序列が2位です。もういないんですけども、フック主席は2023年グエン・フー・チェン共産党書記長、ベトナム共産党ですから書記長がナンバーワンなんですね。グエン・フー・チェンさんのお言葉を伝えてるわけです。この人はまだ共産党書記長であられますから、ベトナムのご意思なんですね。ベトナムのご意思イコール天皇皇后両陛下をベトナムに招待する、これが1位なんですね。なおかつもっと深いことが海外版の方で書かれてありまして、グエン・フック主席は、グエン・フー・チェン書記長の言葉を伝えて、ベトナムとの国交樹立50周年を機に天皇皇后両陛下に再びベトナムを訪問するように自ら心から招待されたとあるわけなんですね。2023年に。これは両国関係にとって非常に重要な出来事になると確認した。天皇皇后両陛下の招待というのはかなり誠意がこもったものだったんですね。自ら心からとか両国関係にとって非常に重要な出来事とか。だからこの招待は極めて重いんですね。秋篠宮が平気で招待状を奪い取って行ってもらっては困るんですよ。これだけではないんですよ、実は。2月9日、自民党総裁岸田文雄首相、グエン・フー・チェン、書記長とのハイレベルオンライン会談で、日本の天皇皇后両陛下、日本政府及び皇室関係者が敬意を表して招待された最近のハイレベル会合で、党と国家の指導者らは日本の天皇と皇后陛下を2023年にベトナムとホーチミン市を訪問するよう招待した。何回も天皇皇后両陛下が招待されているんですね。岸田とのハイレベルオンライン会談と、あとは党と国家の指導者とか、でさっきのフック国家主席と合わせて2、3回ぐらい招待されてるわけなんですね。そんな複数回の招待を断って、秋篠宮のボディへねじ込んでぶち込んでるんです。それはちょっと怒るんじゃないですか、ベトナムも。こんな対応になるんだろうなってわけですよ。まず、日本の記事ですね。秋篠宮ご夫妻、日立50年式典にスアン国家副主席が歓迎。スワンさんは、序列で言うと3番目に当たると。この方でございます。元女性、教師、であられて、国家副主席の座に座られた方なんですけども、今は国家主席いられますから、この人は、序列で言うと3番目に当たるんじゃないのかな。同年8月25日にはアメリカ合衆国副大統領のカマラ・ハリスを招待し会談を行っている。副扱いですね。副大統領とかが来たらこの人が出てくるんです。ハリスとかブルガリアのイリアナ・イオトバ副大統領ですね。だからベトナムにとったらスペア扱いなんですね。秋篠宮っていうのは当然だから書記長も出てこないと思いますよ。で、ベトナム公式訪問中のエイミアご夫妻は21日午前、首都ハノイの国家主席府でボーティ・アイ・ン・スアン副主席主催の歓迎式典に臨んで、迎賓館で昼食を共にされた。ベトナムは非常に分かりやすいな態度に出るんですね。そんな気がしますよ。同日夜には国際会議場で開かれた日越外交関係樹立50周年記念式典に出席した。エイミアは国家主席府で面会した副主席に外交関係樹立50周年でベトナムを訪問することを大変喜ばしく思いますと話した。それ奪い取ったからですよね。ODA ってねじ込んだからですよね。よく言えるなと。副主席はご訪問が大きな節目となって、ベトナムからしたら600ヨーグもらえますから、それ大きな節目になりますよ。適当に飯食わし、歓迎させとけば、観光させとけば、金もらえるんですから、それやります。地元は潤うと思いますし、この人の支持率も上がりますし、両国の友好関係に貢献することを、祈っていますと、こういうふうに語られている。記念式典でエイミアは両国の友好関係が両国国民の不断の努力によってつながれてきたと指摘。国民代表の顔みたいになってますけども、やめてもらっていいですか。私どもの訪問が両国国民の相互理解と友好の絆をさらに深める、一助になれば。分断を煽ってるのはあんたなんだよ。おかしいでしょ。なんでそんな国民の代表面できるんですか。どの面？本当は天皇皇后両陛下にお越しいただきたかった政府からすると、なぜ秋篠宮ご夫妻だって感じですよねと。エイミアご夫妻が来たから国家副主席がお出迎え、ですよねと。天皇皇后両陛下な国家主席がお出迎えなさったでしょうね。それは間違いないと思います。以前に上皇后陛下が言ってるわけですね。その時は当然ながらナンバーワンの職長が出てきました。国家主席も出てくると思いますね。
やっぱり天皇皇后両陛下何回も招待されてるわけです。国家副主席が歓迎してくださったというか、対応していただいたんですね。本来であれば天皇皇后両陛下にお越しいただきたかった通りに、その残念さがこのような形になったんでしょう。そうだと思いますよ。副対応はこの方なんですよ。ウィキペディアを見るとね。どこの国の副大統領を、例えばカマラでもこの人なんですよね。なんだかわからないけれども、全てに対して頭に来ている。本当に全てに日本人として、まさにおっしゃる通りだなと思うわけなんですけども、そんな秋篠宮序列3位の方に、どのような対応をとっていたのか。これは日本のバージョン。日本のバージョンですね。まずは見ていただきましょうか。はい。その少女からですね、渡されるというわけですね。はい。こんぐらいのとこはですね、日本のメディアを見る感じはあんまり言うことないわけですよ。言うことなくなるようにカットされているのが、日本のメディアですからね。それ宮内庁の言いなりですから。紀子様に関しても、日本のメディアを見る以上は、言うことないんですね。前振りですね。これはね。はい、そういうわけですね。子供から渡されてですね。なんか普通の対応なのかな、みたいな思ったわけですね。はい。なんですけども、そんなわけないですね。これね、ちょっとね、不自然にやっぱりカットされてるんですよ。この部分とか。この部分を見たいわけですね。で、予想したわけですよ。この部分なんかあったなと。だからカットされてるんだなと。こういう見方をするとですね、なかなか面白いんじゃないのかなと思います。明らかに宮内庁っていうのはカットしてくるし、民放とかもそれに合わせてカットしてくるんですよ。問題の部分をね。プロ級の編集者がいらっしゃるのかなって思いますけども、テレビ局ですから。はい。うまいことカットするわけなんですね。会見もすごかったじゃないですか。だから、テレ東さんのノーカット報道が楽しみなわけなんですけどね。はい。やってくれるかなわかんないですけど。真実のお時間がやってまいりましたが、皆さんお元気ですか？じゃあ、真実のお時間。ベトナムの現地メディアの様子をちょっと見ていただきたいなと思います。こう出てくるわけなんですね。はい。で、ご注目、キコにご注目してください、キコに。はい。置いてけぼりなんですね、これ。明らかに。だって、3番の人はですね、3番の人、秋篠宮をですね、結構もてなしてるわけですよ。キコなんで置いてけぼりなわけなんですね。はい。で、顔見てください。やっぱり秋篠宮だけ対応されてるわけなんですね。で、紀子様はもう家来かのようにですね、花束を持たされてですね、そういうわけなんですね。はい。で、ほら、これ見てください、これ。これ報道されてないですから、日本。この部分で一瞬だけ報道されたわけなんですけど、この長い間は報道されてないんです。これはもう完全にですね、もう背向けてますからね、これ、この人。そういうわけですね。これもう隠した扱いですね。こちらを見ていただきましょうか。ちょっと短いバージョンですが、はい。これですね。ほら、紀子様がですね、裏歩かされてですね、で、花束持ってされてですね、そういうわけですね。完全にのけ者扱いされてるわけですね。じゃあ、もっと長いバージョン。これ見たらはっきりわかります。明らかに眼中にないっていう感じなんですね。すごいわかりやすいなと、思いますけども、明らかにだってですね、この人ですね、秋篠宮しか対応してないわけですよ。紀子様はね、ほら、ね、紀子様なんでもう眼中にないわけなんですね。で、紀子様花持たされてですね、はい。で、職員さんが、回収早くないですか？もうちょっと持ったらって思いますけどね。で、なんとね、これね、紀子様よく見てください。ちょっとね、自分から握手しに行ってるんですよ。そういうわけですね。自分からほら、ちょっとよく見てください。ほら、自分から握手しに行ってるわけなんですね。そういうわけですね。はい。まあね、これすごいなと思うわけですね。はい。だって、ね、どうもみたいな感じでですね、自分からですね、言ってるわけですね。はい。自分から大きく動かれてるわけですね。相手されてないですよね。はい。自分から大きくですね、寄っていってるわけですね。これ普通、要人とかだったら、これお客さんなわけですから、日本側がね。向こうから寄っていくものじゃないのかなとは思ってますけども、だってこっちは帯払ってるわけですから、やっぱり来てもらわないと困るわけですよね。キコから大きく動いてるんですよね。目に見てわかるぐらい。ちょっとこれは舐められてるんじゃないんですかって、やっぱり思うわけなんですね。はい、もう一回見ていただきましょうか。花束持たされてですね。そういうわけですね。で、はい。自分からもう大きくもう、こう、ポーっていくわけですね。はい。相手から来させるべきなんじゃないのかなと思いますよ。そういうわけでございますけどね。で、ちょっとね、どうも、みたいな感じなんですね。手握るのもね。どうも、はい、こんにちは、みたいな感じなんですよね。薄いなと。で、3番の方見てください。ね。もう全く相手してないですからね。ほら、紀子様から行きましたね。そういうわけですね。はい、そういうわけですね。どうも、みたいな形でですね。はい、言ってるわけなんですね。
ちょっとこれはですね、舐められてる、あまりにもですね、ちょっと舐められてるかなと思うわけですね。それからもう3番目の人にもうね、進みまくってるわけなんですね。もう秋篠宮しか眼中にないわけなんですね。もう紀子さま置いてけぼりなんですよ。で、ちょっと困ってるわけなんですね。ちょっと寂しい感じでですね、行かれてるわけですね。もうスタコラスタとついていってるわけなんですね。まあ、お得意のですね、ここではですね、レッドカーペットちゃんとあったんですね。でここでは、お肘、ね、つかみはですね、これ発動できなかったわけなんですけども、明らかに相手にされてないな、これはと。で、紀子様がなんですけども、ちょっと相手にされたいから頑張ってるわけです。そういうわけですね。すごい頑張ってるんですけども、やっぱり、もうこの方はですね、もう秋篠宮しかですね、明らかに話してないわけなんですね。はい、そういうわけですね。まあ、これがやっぱり真実あるし、なおかつ通訳いるやん。ね。今まで秋篠宮の英語アピールですけども、ちゃんと通訳いるじゃないですか。外交の場ですから、この方も多分英語を喋ると思いますけども、まあ、なので、完全に眼中にないのかなっていうのは、もう3番目の人は絶対に紀子様は相手しないような気がしますね。そんな風に見えました。まあ、以上です。それでは皆様ご一緒に、地下室お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。さよなら。